こんばんは、はるけです。今回は、ロードトゥーザファイナルのティアリストになります。また、CL の、イベントが、来たという風なことになっていて、ロード画面にもある通りですけど、CL のカードと EL のカード、そしてカンファレンスリーグのカードっていう風な、選手たちがいるという風な感じになってます。で、こちらの、カードに関しては、能力上がるっていう風な、感じにはなるので、そちらも合わせて、話していければなというふうにも思います。でそれでは、早速紹介をしていきます。こちらがロードトゥザファイナル RTTF の、ティアリストになります。A には EL ですね、ブライス・メンデス、そして同じく EL のフォラント、そして目標できた、モーメントのファンデベーク、そして同じく EL の、ラメラを入れました。ブライス・メンデスに関しては、スキルが4、逆足が3ということで、やっぱりね、逆足が3っていうところは、やっぱ前線の選手としては、前線、中盤の選手としては、ちょっと、パスが上手かったとしてもずれることはあるので、逆足で出すと。ブライス・メンデスのプレーはやっぱ左利きなので、左でプレーすることばっかりで、逆足あまり使ってないようなイメージはあるんですけど、ゲームの中で、行くとふとした時にね、逆足出してしまったりすると、やっぱね、そこで精度落ちてしまうっていうのは、あります。ですけど、能力が上がっていけば、非常にいいかなというふうには思うんですけど、現段階だったらこの人 A かな、S までには、行く強さっていうのはそこまでないかなっていうふうに思います。シュートも、シュートは比較的高いんですけど、ペースがちょっと足りなかったりとか、あとは守備ですね。守備もちょっと足りなかったりとかはするので、そんなに悪くはないかなっていうふうに思うんですけど、S までの、選手ではない、っていうふうな、印象です。で、そして、フォラントですね。フォラントに関してはね、前線の選手でスキル3っていうのは非常に厳しいところです。あとはね、持ちやすい選手ではないので、そこは結構人によるかなっていう風には思います。この人も左利きで左足から強烈なシュートっていうのは打つことはできるんですけど、なかなか自分で行って、軽い選手でドリブルでコネコネしてっていう風な選手ではないので、ちょっと人による、かつそこまでの強さっていうのは、ないかなっていう風な感じです。スキル3で同じくケインとかハーランとかいますけど、そういう風なタイプでもない、そんなに理不尽さっていうのは、感じないかなという風に思います。で、そして、ファンデベークですね。目標できてるので、無料でゲットするっていう風な、ところで、いいかなっていう風に思います。0円でゲットできる選手としては非常にいいんですけど、実力で考えると、ペースが80っていうのがね、ちょっと現環境でもちょっと遅さっていうのは感じて、しまいますし、この人もね、守備に行くのか攻撃に行くのかっていうのが、バランスよくできるからこそ CM なんでしょうけど、ちょっと足りないかなっていう風にも思います。能力はちょっと、そうですね、思った以上には伸びてなかったかなっていう風な、感じで、特に守備面はもうちょっと欲しかったなっていう風な、感じです。他にもプレミアだったらね、いい CM の選手はいるので、代わりは、そうですね、出てきてしまうっていう風な感じの選手になってます。で、そして、ラメラですね。エリック・ラメラ。ラメラね、もしかすると4-4になるかなっていう風に思ったんですけど、ならなかった、逆足が3の、ままでした。で、スキルは4です。で、この人も、持ちやすい、持ちにくいでいくと、まだ持ちやすい方の、選手ではあります。で、ちょっとね、身長が、めっちゃ低いっていうような感じじゃないんですけど、ある程度はあるんですけど、フィジカルが結構弱い。線が細いようなタイプにはなるので、ちょっとね、フィジカル負けっていうのは多くしてしまいますし、そうですね、この人もそこまで理不尽さっていうのは、今のところは、ないですし、また5-5になれば変わるかもしれないんですけど、それでも今の逆足さんっていうのは厳しい。かつ、そうですね、そんなには、強くはないっていう風な感じ、能力も含めてそんなには強くはないっていう風な形で、ラメラは冷静さちょっと高いような印象を勝手に持ってたんですけど、冷静さ82ということもあるので、ちょっと、
弱いかなっていう風な、感じです。あとは、ハイハイとか、ボディタイプリーンとかっていうのも非常にいいんですけど、ここがね、逆足が5とかに変わってくれれば、より良くはなるかなというふうにも思います。S まで行っても、まだ A の中だったらおかしくはないような、選手にはなるんですけど、逆足スキル、アップグレには期待っていう風な感じですね。そして S ですね。S に関しては CL、ラスパ通り、そして EL ミランダ、そして CL の、マレンですね、マレン。で、ラスパトールに関しては、そこまで、自分は弱い選手だとは思わないです。普通にやっぱり逆足5っていう風な、こともありますし、セリエのアタッカーの選手としてはまだこう使えるような、選手にはなるのかなという風に思います。特にスキルがいらないっていう人からすると、ラスパ通りで十分、っていう風な、イメージは持つのかなという風に思います。若干こうベンエデル的なタイプですね。小柄で、逆足5でベンエデル、エウゼビオみたいな、タイプの選手ですね。そこまで決定力は、ベンエデルとかエウゼビオ級では、ないとは思うんですけど、やっぱレース83はちょっと低いかなっていう風に思うので、あとはやっぱりフィジカルですね。フィジカルもこの人そこまで強くはないので、結構ガツンと当たられてしまうと負けてしまうので、ワントップよりかはツートップ向きの選手なのかなというふうにも思います。だんだんこうね、ナポリが勝ち進んでいければ、やっぱり強くはなってきますし、フィジカルの面も少しは、マシになる、可能性全然あるので、ナポリの勝ち進み具合によってっていう風な感じではあるんですけど、それでも、普通にパスもうまいですし、全然こうアタッカーの選手としては、普通に悪くない、全然使えるような、選手にはなるかなというふうに思います。でそして EL ミランダですね、思った以上に自分は強くなって出てきたなというふうに思います。それでもそうですね、ちょっとやっぱ足りないところはちょいちょいあるっていう風な感じの選手で、パスとかね、もっとうまくあってほしいんですけど、サイドバックの選手としては。でもそれでも全然普通に、いいですし、個人的にはやっぱり冷静さ80だったりとか、リアクションが84とかっていうのは、現環境でもそんなに高くはないので、そこが守備の選手としてはどうかっていう風な感じと、やっぱりフィジカルですね。フィジカルもそこまで強いような選手ではないので、こうガツンとこう取り切るっていうことは、ちょっとこう難しい、場面ではあるというふうに思います。ですけど身長もね180超えては、いるので取り切れる時もあるとは思いますけど、あとはミディミディですね。ワークレートの、ミディミディディフェンスの意識が普通で攻撃の意識が普通っていうのが、少しこう気には、なるんじゃないかなというふうにも思いますね。ちょっと自分的には、能力もちろんここから上がっていけば、使われる可能性、だんだん値段も上がっていってっていうような可能性あるんですけど、思った以上に悪くはないっていう風なところで、S かなという風な感じです。でそしてマレンですね。非常にストライカーとしてスピードがあるような、選手です。普通に速さがあるっていうのはまずこうゲーム的に、いいかなという風に思いますし、44あるっていうのは許容範囲内、としてはいいかなというふうにも思いますね。であとはシュートですね。決定力とか高いですし、シュート力もしっかり持ってるので、決めきる力っていうのは冷静さそんなには、高くはないんですけど、まだこう決めてはくれるかなというふうな形です。なんでそれこそ裏抜けの、プレースタイルだったら、マレンは非常に合うかなというふうに思います。ベルナーとか、同じくドルトンとアドゥエミだったりとかっていうのを使いこなせてる、そういうスピードタイプを活かしてるっていう人だと、マレンも、普通に使いこなせるかなというふうには思います。普通にマレンにはちょっと期待ですね。これがまた55になると、非常に強いような選手にはなるのかなというふうにも思います。でそして、S と SS の間にいるのが SBC で来た、ディアビですね。ディアビに関しては逆足が3ではあるんですけど、スパサブで使うと、非常に強い相手に脅威を与えれるような選手にはなるのかなというふうに思います。普通にやっぱね、これだけスピードある選手が途中から出てくるっていう風になると、厄介
ですし、スタメンで使うより逆足っていうのはそこまで気にはならないので、時間が少ないので、なんでやっぱ本当こうサイドを突破するっていう風な選手っていう風な使い方が一番いいのかなっていう風に思いますし、ディアビはね、本当今作速いので、速さがあるような選手、よりスピード感が感じるような選手にはなるので、自分黒のディアビとかいろいろ使ってたんですけど、普通にやっぱりね、相手置いていけますし、ドリブルもね、めちゃ軽いので、普通にね、こういうの使いやすいような選手かなっていう風に思います。ですけど、その中で逆足が3とか、能力ちょっと足りないかなっていう部分も、若干はあったりはするので、なかなか SS までには上げれなかったんですけど、普通にこう SBC の選手としては安いかなっていう風に思いますし、スパサブでね、スパサブの選手欲しいっていう人は作ってみても、全然こう損はしないかなっていう風にも思います。で、そして SS ですね。SS は EL フェラントーレス。で、そして CL ヌーノメンデス。で、そして EL マルシャル。で、CL のルーカス・モウラ。そして EL、ガブリエル・マルティネッリ。そして CL、フォファーナ。そして EL のキエーザ。そして CL のバレッラ。そしてカンファレンスリーグからはアタルが、来たという風な感じになってます。まずはフェラントーレスですね。これまでのフェラントーレスと比べるとかなり強くなってるという風には思います。能力もかなり高いですし、44あるっていう風なところも非常にいいかなという風には思います。能力が上がれば、普通に化けると思いますね、このカードは。バルサが優勝だったりをすると、55のフェラントーレス、非常に強いような選手にはなれると思います。フィジカルもある程度ありますし、若干気にはなるところでいくと、やっぱりスピード面だったりとかはもう少し欲しいなという風なところは思ったりはするんですけど、冷静さも90と非常に高いですし、パスもうまいっていう風なところで、フェラントーレス好きな人は全然使えるようなレベルの選手、強いような選手にはなったのかなという風には思います。ここのスキル逆足がね、どっちか変われば使われるような選手になると思いますし、化ける可能性非常にあるような選手かなと思います。で、そしてヌーノ・メンデスですね。CL ヌーノ・メンデス。非常にやっぱりペースが速いっていう風なところがこの人の魅力の一つだと思います。で、守備面だったりとかフィジカル面は意外にも能力上がってないというか弱いですね。正直一番上のランクに上げようか迷ったぐらいの選手ではあるんですけど、実際こうどれだけ能力がね、変わったのかっていうところを見ると、やっぱね、そこまでこう守備的な選手ではないです。ミランダの方が守備能力は高いので、そういう風なところでいくと、やっぱり攻撃にも参加させてあげないと、ヌノメンデスの場合はちょっとこう悪さがちょっと目立ってしまうかなっていう風に思います。ですけどスピードが非常に速いからか、守備能力以上にこう守備の、強さ、対人の能力っていうのが感じられるような、選手にはなります。で、やっぱりね、パリ・サンジェルマンっていう風なことで、非常に値段は高くなっていると思います。LB の選手としては、高いと思いますし、この守備能力の選手にしては、値段的にはちょっとかなり釣り上がってるかなっていう風に思います。それはアップグレードがされるだろうっていう風なところで、多分それだけの値段にはなってると思うんですけど、その値段の価値っていうのはそんなにはないと思います。守備能力が、フィジカルとかですかね、特に感じれるのは。フィジカルがやっぱスピードが、使えない状態というか、やっぱ押し込まれてる状態とかっていう風なところでいくと、フィジカルの弱さっていうのが出てしまう場面っていうのはあると思います。なんで、そこはちょっと念頭に置きながら、非常にスピードが速いので、そこで追いついて取ってくれるっていうのはあるんですけど、そのスピードが一番でかいですかね。やっぱ評価する上において、ヌノメンデスの速さっていうのはめちゃくちゃあるので、使ってて使いやすいですし、それにプラスをしてこの CL のイベントで、ディフェンス能力がねどんどん上がっていけば、かなりもう最強の LB になれるかなというふうに思います。普通に強いですし、自分は SS にしたんですけど、かつ一番上に行く可能性もあるんですけど、今の環境では守備能力はちょっと低いかなという風な感じですね。で、そして EL マルシャルですね。マルシャルね、役割意識がちょっと変わってて、ローローからね、ミディロー、
攻撃の意識が普通になったんですよね。若干変わったっていう風な感じです。で、まあ、4-4っていう風なことも、まあ、そこまで変わらずっていうような感じではあるんですけど、この人も、まあ、5-5になれば、化けますね。うん。非常に強くなるというふうには思いますし、まあ、決定力も高く、まあ、冷静さもね、86というふうになってて、まあ、決定力に関しては、シュート決めきる力っていうのに関しては普通にあるなというふうな感じです。あとはスピードもあるので、スピードかつマルシャルはちょっとごついので、そんなにすぐに負けないですね。むしろスピードも相まって相手のディフェンダーの前に入ることもできるので、まあ非常に強さっていうのは感じれるかなというふうには思います。若干ドリブルは重たさっていうのはあるとは思うんですけど、まあそれでも非常にこう強いST ストライカーの選手にはなります。まあ5-5になれば本当にこの人も変わるかなというふうには思います。おそらく値段的には100万55いったら行くかなっていう風な感じですね。で、そして、CL ですね、ルーカス・モウラです。まあ、モウラ、非常に強さっていうのはあると思いますし、サイドのタイプかなと思います。やっぱスピード非常に速いですし、ドリブルも軽くて細かいような選手にはなるので、まあ、前線の選手としては非常に扱いがしやすいかなというふうに思います。かつ、シュートに関しても、決めきってくれる場面っていうのはあると思います。決定力もシュート力も高いですし、冷静さもね、ある程度高い86あるので、非常にこの人、スパーズの、この人そうですね、勝ち上がりによっては、今は若干パス、そんなにうまくはないんですけど、パスも出せるようになって、で、元々のドリブルの細かさだったり軽さに磨きがかかって、シュートに関してもより決められるようになったっていう風な選手になるので、まあ、スパーズの勝ち上がり具合によってはかなりこの人もそうですね、評価に関しては変わるかなというふうには思います。まあ、ですけどこの人も、まあ、フィジカル以外完璧になれる可能性はあるので、フィジカルもね、モーラに関してはね、なんかね、ぬるっといけるような力もあるので、そんなには自分個人は気にはならないんですけど、まあ、それでも弱さっていうのはまあどうしてもあるんで、そこはちょっと注意しながらっていう風な感じはあるんですけど、まあこの人も、非常に強くなる、可能性、一番上のランクに行く可能性もあるかなという風には思います。で、そして、EL マルティネッリですね。マルティネッリも、かなり強い選手として出てきたかなという風には思います。まあ、アーセナルのね、勝つ確率っていうのも、まあ、EL っていうようなこともあって、まあ、おそらくこう世間の目的には高くは、なっていると思いますし、値段もちょっと高いんじゃないかなっていうふうにも思います。で、あとはまあマルティネッリに関しては、やっぱりね、この人もスピードありますし、決定力も、高いので、まあ、決めきってくれる、場面っていうのは多いのかなというふうに思います。あとはね、この人も、まあ、マルシャルと同じような形で、ちょっとね、フィジカルも、あるので、まあ、すぐには負けないっていう風な、感じですね。ただ、ボディタイプリーンっていうのもいいですね。ドリブルが軽いような選手は、ボディタイプやっぱりリーンっていう風なものにはなってくるので、ドリブルに関しても扱いが、しやすいっていう風な感じですね。まあ、ほんで、こう、若干、こう、ルーカス・モウラをフィジカル強くしたっていう風な、まあ、イメージの方がちょっといいのかなという風には思います。まあ本当に強さっていうのは、感じるような選手だと思いますし、かなり、能力高くなって、マルティネリは来たなという風な感じで、ここからのアップグレに、より期待です。で、そして CL フォファナですね、ウェズレイ・フォファナ。まあ、フォファナはそれこそ、フィジカルもしっかりあるような選手にはなるので、まあ、守備能力、フィジカルも備えて、まあ、若干、こう、ドリブルだったりも軽いので、多分こう操作がしやすいっていう風な感じになります。あとはこの人、ペースですね。ペースがどこまでちょっと上がってくれるかっていうのと、あとはリアクション、冷静さっていう風なところがともに82なので、そこが、まあそうですね、プラス4とかまでいってくれれば、かなりこう強いような、センターバックにはなれるかなというふうに思います。あとは追加で逆足5とかっていうふうになるとセンターバックの選手としては非常に嬉しい、ポイントではあるので、まあそこかなと
いうふうにも思います。それでもね、今多分20万ぐらいだと思うんですけど、その価値は、十分にあるのかなというふうにも思います。で、そして、キエーザですね。EL キエーザ。キエーザも結構いいですね。普通にいいと、思います。マルティネッリ、そしてルーカス・モウラ、あとフェラントーレスと、同じような、選手かなというふうに思います。スピードが、ある程度あって、シュートも打つことができる、さらにそこに加えて冷静さも、ある程度高い、86、あってっていう風な選手で、ドリブルも軽いような選手にはなるので、ちょっとこう似たような、キャラクターが多いのかなというふうに思うんですけど、全員、強いです。キエーザもそのうちの、1人ですし、スタミナ90あるっていうのも、非常にいいポイントかなというふうには思います。5-5になれば、この人も非常に化けるような選手にはなると、思いますし、なかなかイベントスどうなるかはちょっとわからないんですけど、勝ち進めるような、クラブだと思うので、キエーザも、おそらく強くなってくるんじゃないかなというふうには思います。で、そして、バレッラですね。CL バレッラ。バレッラもね、非常にいい選手ですね。中盤の選手として、非常にやっぱり軽さがあります。使いやすい、動かしやすい。で、ボール持った時も非常に軽い。で、そこに加えて、ペースですね。この試合の中で若干上がってはいるので、そこは嬉しいところでは、あるんですけど、ここが、もっとより、上がっていくと、なおいいのかなというふうには思います。フィジカルに関しては、そこまでガツンと取り切るって、全てが全てガツンと取り切れるような選手ではないので、どちらかといったら、インターセプトだったりとか、それこそデヨングみたいな、タイプかなっていうふうに思います。ビエラとかっていうようなタイプではないです。なかなかガツンと取り切るっていうことはだんだん難しくはなってくるというふうには思います。ですけど、この人もね、守備能力はね、めっちゃ低いってわけではないんですけど、この守備能力以上に、こう守備力っていうのを感じれるかなというふうに思います。で、やっぱり一番本当に先ほど言った通り、一番ね、いいのはやっぱ使いやすさです。本当に使い心地が良くて、パスもうまいし、シュートも、たまには打てるっていう風な選手、決めきってくれるっていう風な選手にはなるので、バランス能力いいですし、ここからね、どんどん勝ち進んでいって、プラス1、プラス1、プラス1っていう風にされると、セリエの中で、言っても、かなりこう上位に来る、優先的に選ばれるような、選手にはなるのかなというふうに思います。バレッラは、普通に強いです。あとは逆足、スキルどちらも3なので、そこもアップグレードされれば、非常にいいかなというふうにも思います。で、そして、アタルですね、カンファレンスリーグからは、アタル。ニースのアタルなんですけど、アタルに関しては、やっぱり能力以上に強さ感じるような選手です。サイドバックとして使うと、やっぱり守備能力だったりとかもそこまで高くはないですし、あとはフィジカルもそんなには強くはないので、なかなかこうガチムチのサイドバック、としてはちょっと使い切れないかなっていうふうに思うんですけど、 CM だったりとか、ボランチだったりとか、っていうふうなところで、使うと、この人は非常に生きるかなというふうに思います。この人も非常にこう使い勝手がいいような選手、使いやすいような選手にはなるので、かなりこう個人的にはおすすめをしたいんですけど、ケミ的にねちょっと難しかったりは、するので、なかなか使う人っていうのは、いるかどうかわからないんですけど、それでもニース勝ち進んでくれるかなっていう風にちょっと期待も、あるので、能力上がってくれるかなという風にも思います。あとはもともと逆足がね5なので、非常にそこも、いいポイントかなという風には思います。アタルはね、ちょっと能力以上に強さ感じる選手なので、使える方ちょっと使ってみてほしいなという風にも思います。で、そして SS と SSS の間にいるのが CL アラバですね。アラバに関しては非常に強いようなセンターバックです。ルールブレイカーの時、自分使ったんですけど、普通に強かったです。で、左利きっていうのが、センターバックの選手として LCB を任せる上で、非常にいいかなというふうに思いますし、センターバックの選手として、軽い。で、そしてパスもうまい。
もう中盤の選手かって思うぐらい、取った後、ミスらないですし、ボールそのまま持ち運ぶこともできますし、若干ね、その持ち運ぶっていう風な意味でいくと、グバルディオル感は若干あるかなっていう風に思います。そこの持ちやすさ、取った後のミスのしにくさっていう風なところでいくと、グバルディオル感はあるかなという風な感じです。で、あとはね、逆足が4っていうようなこともあるので、本当にこうビルドアップ、後ろから作っていきたいっていう風な人はアラバは超おすすめかなっていう風には思います。で、あとはやっぱり一番上に上がらなかった、かつがここから上がるっていう風なところになると、ペースの能力の、上がり幅だったりとか、あとは積極性ですかね。積極性が82だったりとか、ちょっと低いので、そこが、上がっていけば、一番上のランクにはしてたかなというふうに思いますし、レアル勝ち進む可能性は、自分個人はかなり高いと思ってますし、なんなら優勝もあり得るようなクラブだと思うので、そこの積極性、かつ、ペースですかね、が、非常に上がってこれば、最強のセンターバックにはなれるのかなというふうに思います。他は普通に完璧です。守備能力も別に悪くないというか、普通に強いですし、先ほど言ったパスもドリブルも非常に高くはなっているので、個人的にはそうですね、そこら辺の能力が上がって、一番上のランクになって最強のセンターバックにはなってほしいなというふうに思います。で、そして一番上ですね、SSS、CL のゴレツカ、そして CL のフィルミーノ、この2人を挙げました。ゴレツカに関しては、PTG の時も話はしたんですけど、非常に能力が上がってほしいような選手ではあります。個人的にやっぱりゴレツカ、最強のゴレツカみたいなというふうにも思いますし、バイエルンっていうようなこともあるので、おそらくいいところまでは行くんじゃないかなというふうに思います。ペースも普通に速いですし、シュートも打てると。で、ドリブルはね、若干重たさっていうのは、あるんですけど、それでもね、自分個人からすると、そんなには気にはならないっていう風な、感じの選手にはなります。で、パスも上手くて、守備もしっかりできるっていう風な選手、フィジカルでも負けないっていう風な選手にはなるので、本当にこう中盤として、かなり多くのものが、揃ってるっていう風な選手にはなります。あとは、本当にスキル逆足ですね。逆足は4で、全然十分なんですけど、やっぱスキルが3っていう風なことで、どうしても2列目だったりとか、シュート能力とかね、非常に高いので上げたいんですよね、やっぱゴレツカを前線に。で、そこで、やっぱゴレツカ足元で受けた時に、スキル何もないっていう風になると、やっぱ困ってしまう、場面っていうのは、過去にあったので、そこがね、5になったら、えぐいかなっていう風に思いますね。ほんとごつくて、そういう風ないろんな能力も揃ってる選手が、前線でもね、スキル使いながら、ちょっとこうチャンスを作ってくれるっていうような感じでいくと、本当に完璧というか、スキル5とかになると、やっぱり同じブンデスのベリンガムだったりとかにはないようなものにはなるので、本当こう唯一無二感、っていうのは生まれてくるかなという風には思います。本当にそこだけですかね。スキルがちょっと欲しいなっていう風なとこと、またペースも気にはならないですけど、速いに越したことはないので、そこも能力上がってくれればなっていう風なところだけで、他は本当に完璧の、選手なのかなという風に思います。で、そして、最後ですね、最後は CL フィルミーノです。フィルミーノも、スキルが5、逆足4っていう風なところで非常に強いような選手にはなってます。前線の選手としては多くのものが揃ってるような選手になります。おそらく、この RTTF、今作の RTTF の中では、目玉と、されるような選手にはなります。リバプールがね、どうかっていう風な感じにはなるんですけど、かなりいいところまでは行ってほしいですね。スキル逆足っていうようなところまでいかなくとも、能力がプラス1、プラス1、最低プラス3ぐらい、してくれれば、この人はかなり強く、なって、本当にこう全体的な ST の選手でも優先的に使われるのかなというふうには思います。スキルは5なので、非常にいいと
思いますし、あとは能力どこまで上がってくるかっていうところだけだというふうに思います。前線の選手として守備もできますし、パスも出せるので、本当にオールマイティーな ST の選手、本当に何でもできる器用な選手のトップクラスのカードにはなるのかなというふうに思います。個人的にフィルミーノ好きなので、もう能力上がれるほど上がってほしいなというふうには思います。っていう感じで、これが RTTF のティアリストになります。ちょっと選手が多くて、動画的には長くなってるかもしれないんですけど、少しでもね、参考になればいいかなというふうに思います。ミニレースだったりとか、来るかもしれないので、来た際にはまた全体版出したいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。